真珠坂口安吾。12月8日以来の3ヶ月の間、日本で最も話題となり、人々の知りたがっていたことの一つは、あなた方のことであった。あなた方は9人であった。あなた方は命令を受けたのではなかった。あなた方の数名が自ら発案、進言して、司令長官の入れるところとなったのだそうだ。それからの数ヶ月、あなた方は人目を忍んで猛訓練に勤しんでいた。もはや、訓練の他には余念のないあなた方であった。この戦争が始まるまで、パリジャンだのヤンキーが案外戦争に強いそうだと僕は漫然考えていた。パリジャンは海逆を浪しながら鼻歌混じりで出征するし、ヤンキーときては戦争もスポーツも見境がないから、タッチダウンの要領で弾の中を駆け出しそうに思ったのだ。ところが戦争というものは我々が平和な食卓で結論するほど単純無邪気なものではなかった。いや、人間が死について考える死についての考えというものが平和な食卓の結論ほど単純無邪気ではなかったのである。人は鼻歌混じりで死地に赴くことができない。タッチダウンの要領で統治下へ飛び込めるほど戦争は無邪気なものではなかった。帰還した数名の職業も教養も違う人から全く同じ体験を聞かされたのだが、兵隊たちは戦争よりも行軍の苦痛の方が骨身に徹して辛いという。くたくたに疲れる。歩きながら足を引きずって眠っている。突然敵が現れて銃声が聞こえると、その場へ伏して応戦しながらほっとする。戦争というよりも休息を感じるのである。敵があっけなく退却すると、やれやれ、また行軍かと、うんざりするというのであった。この体験は貴重なものだ。この人たちは人のため成し得る最大の犠牲を払って、この体験を得たのであった。しかし、これが戦争の全部であるかということにおいては、論議の余地があろうと思う。つまり、我々は戦争といえば直ちに死について連想する。死を恐れる。ところが、戦地へ行ってみると、そこの生活は案外気楽で、出征の時予想したほど緊迫した気配がない。落下傘部隊が飛び降りていく足の下で、鶏がコケコッコをやっているし、昼寝から起きてあくびの手を伸ばすとちゃんとバナナを掴んでいる。行軍にヘトヘトになった挙句の果てには、弾丸の洗礼が急速にしか当たらなかったという始末である。なんだい、戦争というものはこんなものか、と考えると、死ぬなんて案外恐ろしくないものだな。馬鹿らしいほどのんびりしているばかりじゃないか、と考えるのである。だが、なるほど、これが戦争でないわけはないが、戦争の全部がただこれだけのものであるはずはない。ダウンの下に休息を感じている兵士たちに、果たして死があったか。事実として2、3の戦死があったとしても、兵士たちの心が死を見つめていたであろうか。兵士たちがダウンの下に休息を感じていたとすれば、その時彼らは自分たちは死ぬかもしれぬという多少の不安を持ったにしても、無意識の中の確信では自分たちは死なぬであろうと思い込んでいるはずだ。偶然敵弾にやられても、その瞬間まで彼らの心は死に直面し、死を見つめてはいなかったのだ。このようなゆとりがあるとき、ヤンキーといえどもタッチダウンの要領で鼻歌混じりで進みうる。必ず死ぬと決まったときに、果たして何人が鼻歌とともに進みうるか。この時進みうる人は、ただ超人のみである。つまり戦争の一部分、時間的に言えばそれが大部分であるけれども、鼻歌混じりでも司祭はいらぬ。しかし、勝敗の最後の鍵は、そこにはない。弾丸を抱いて統治下に飛び込み、飛行機は敵に向かって体当たりで飛びかかる。必ず死ぬと決まっても、なお進まなければならないのである。こうして、超人たちの骨肉を重ねて、貴重な戦果が広げられていく。普通、日本人は、戦争といえば、大概この決死の戦法の方を考えている。そうして、こんな大胆なことが、一体俺にもできるだろうか、という不安に悩んでいるのである。だから召集を受けて旅立つとき、決して楽天的ではない。だが、パリジャンやヤンキーは楽天的だ。娘たちに接吻を投げかけられて、鼻歌祭りで繰り込むのである。この鼻歌は、多分死にはしないだろうという意識下の確信から生まれ、死というものを直視して祖国の危難に赴く人の心ではない。
日本人はもっと切実に死を見つめて召集に応じているから陽気ではなく鎮痛であるが、このどちらが戦場において強胆果敢であるかといえば、大東亜戦争の偉大なる戦果が物語っている。必死の戦法というものが戦争のルールの中になかったなら、タッチダウンの要領でも世界制覇ができたであろう。必ず死ぬと決まった時にも進みうる人は常人ではない。まして、それが一時の激した心ではなく、冷静に一貫した信念によってなされた時には、偉大なる人と言わねばならぬ。思想を、義務を、信仰を、命を捨ててもと自負する人は無数にいるが、しかし、そのうちの何人が死に直面し、死をもって迫られても、なおその信念を貫いたか、極めて少数の偉大なる人格が、かかる道を歩いたに過ぎないのである。普段飲んだくれていたって、いざとなれば命を捨ててみせると考えたり、普段ジメジメしていたのでは、いざ鎌倉という時に元気が出るものかという考えは、我々が日常口にしやすいところである。僕は酒飲みの悪癖で、特に安易にこのような軽率な奇縁を挙げがちである。けれども、我々が現に死について考えてはいても、決して死に直面してはいないことによって、この考えの根底には決定的な欺瞞がある。多分死にはしないだろうという意識の上に思考している我々が、その思考の中でいかほど完璧に死の恐怖を否定することができても、それは実際のものではない。あなた方はいわば死ぬための訓練に没入していた。その訓練の行く手には万死のみであって、万分の一生といえどもありはしなかった。あなた方は我々の知らない海で人目を忍んで訓練に勤しんでいたが、訓練についてからのあなた方の日常からは、もはや悲壮だの感動だのというものを嗅ぎ出すことはできない。あなた方は非常に几帳面な訓練に余念なく打ち込んでいた。そうしてあなた方の心はもう死を見つめることがなくなったが、その代わりにはあなた方の意識下の確信から生還の虹がきれいさっぱり消え失せていたのだ。我々には夢のようにつかみどころのない不思議な事実なのである。戦場の兵隊たちは死の不安を見つめていても、意識下の確信には常に生還の虹があって希望の明かりを灯しているはずなのだ。ところがあなた方は余念もなく訓練に打ち込み、もう死を見つめることがなかったのに、あなた方のあらゆる無意識の隅々に至るまで生還の虹がきれいに拭き取られていたのである。あなた方は門出に際して軍服を着ていくべきだが、暑いから作業服でごめんこむろうなどとのんきなことを言っていた。死以外に見つめる何者もないあなた方であるゆえ、死はあなた方の手足の一部分になってしまって、もはや全然特別なものではなかったのだろう。あなた方はただ敵の主力艦に穴を開けるだけしか考えることがなくなっていた。それすらも満々たる自信があって、すでに微塵も不安はないという様子である。お弁当を持ったり、サイダーを持ったり、チョコレートまでもらって、まるで遠足に行くようだと、あなた方は勇んで船に乗り込んだ。しかし、出陣の挨拶に、行ってきますとは言わなかった。ただ、行きますと言ったのみ。そうして、あなた方は真珠湾を目指して、一路水中に姿を没した。12月6日の午後、大観堂から金を取って、僕は小田原へ土寺を取りに行くはずであった。三好達治の家に置いた土寺やヤグが夏の洪水で水浸しとなり、それを伽藍堂が乾かしてくれたはずであった。伽藍堂は、正確に言えば、伽藍堂工芸社の主人で、看板屋の親父、牧野真一の幼友達でもあり、熱海から辻堂にかけて、東海道を股にかけて、看板をかけに立ち回っている。僕はこの男の所帯を飲み込んでいるから、東海道の思わぬところで彼の看板に回見して吹き出してしまうことがある。時には湧水などなど画号のようなものを書き込んでおくことがある。湧水は合わせて一時にすると酒になるのだが、怪しげな画号である。もっとも本人は年中こんな画号を称しているわけではない。たまたま看板を書いているうちに、その日の天気だの腹加減の具合でふと思いついて書くのである。神津駅前の土産屋の看板にも確か湧水が1枚あった。僕は10月にも11月にも土寺を取りに小田原へ行った。ところが当時はまだ土寺の必要な季節ではなかったから、つい面倒になっていつも土寺を忘れて戻ってきたのである。いよいよ冬が来たので、どうしても土寺を取りに行かねばならぬ。ところが12月6日の晩は大観堂の主人と酒を飲み、小田原へ行けなくなって誰かしら友人の家へ泊まってしまった。こういうことがたびたびだから誰の家だかはっきりしないが、多分若園くんか松下くんのところであろう。夜中に迷惑かけるのは
大概、亮君のところと決まっている。12月の6日の昼までは、大井君のところへ泊まっていた。確か、現代文学の原稿を書き終わって、大井博介を訪ね、2、3日泊まり込み、それから大観堂へ出かけていったはずである。大井博介のところでは、平野健を交えた3人で、探偵小説の犯人の当てっこをして、多分僕が惨敗した当日ではなかったかと思う。大観堂へ出かけるとき、平野健が居合したことだけ記憶にしているからである。この時は惨敗したが、その次の時には、平野健が見るも無残に敗北し、大井博介が中敗、僕、完璧の勝利であった。だから、12月5日から6日へかけて、僕たちは一睡もしていない。小田原へ行ったら魚を買ってきてください。と、大井夫人に頼まれた。結局、小田原へ到着したのは、12月7日の夕刻であった。伽藍堂は、神津へ仕事に出かけて不在。折から彼の家で長男の元服祝い。何のことだかわからないが、伽藍堂がそういう風に言っていたから、多分元服祝いなのであろう。長男は17歳である。の終わった直後で、そのために、近郷近在からかき集めた酒、ビール、焼酎、インチキウイスキーの類、無慮数十本の残骸類々とあり、手のつかない瓶もあって、僕はそれを飲み、伽藍堂が仕事から帰ってきたとき、僕は酩酊に及んでいた。伽藍堂も仕事の帰りに、神津で飲んで酔っ払っていた。子供たちの夕げのために、赤木鯛を10枚ばかりぶら下げ、神津で見つけてきたんだけどよ、小田原に魚がねえと言うだから、話にならねえ、と言った。赤木鯛を見るに及んで、にわかに、大井夫人の依頼を思い出し、生きた魚が手に入らぬかと尋ねてみると、小田原では無理だが、神津か二宮なら、金の脇差しだという返事。伽藍堂は、翌日の仕事の予定を変更して、二宮の医者の看板を塗ることとなり、僕と同行して、魚を探してくれることに決める。そうなると、土寺をぶら下げて東海道を歩くわけにはいかないので、土寺の方はまたこの次ということになった。何のために小田原へ来たのだか、わからなくなってしまったけれども、こういう本末転倒は僕の歩く先々にしょっちゅうあることで仕方がない。翌日、7時過ぎて目を覚ましたが、その気配に伽藍堂のおかみさんが登ってきて、親父は朝早く箱根の寒水路へ用足しに出かけたけれども、昼までには戻ってくる。それから二宮行くそうだから、というがあんたの洋服着て気取って出かけて行ったよ。へえ、そうかい。なんだか戦争が始まったなんて言ってるけど、うちのラジオは昼は止まってしまうから。東京の街の下では、このような不思議なことはありえなかったはずである。しかし、昼間多くのラジオが止まってしまう小田原では、伽藍堂の仕事場の奥の2階にいると、何の物音も聞こえなかった。おかみさんの報告も淡々たるもので、僕はその数日のニュースから判断して、多分大国の国境で小競り合いがあったぐらいのところだろうと一人合点をし、3時間余りあり合わせの本を読んでいた。いくらか冷たい風はあったが快晴である。西の窓に明神岳がくっきり見える。伽藍堂が寒水路へ行くんだったら一緒に行って一風呂浴びてくるのであったが、と考えた。寒水路には知人もいる。僕は将来の出不精だけれども、小田原の天気の良い日は、ふと山の方へ歩きたいような気持ちになる。この辺りは多分空気にもやが少ないのであろう。非常に陰影がはっきりしていて、道が光り、影が鮮やかに黒いのである。伽藍堂と行き違うと悪いので、箱根の入浴は諦めたけれども、顔でも剃って旅らしい暗さを落とそうと思った。町へ出たのは正午に10分前。小田原では目抜きの商店街であったが、人通りは少なかった。小田原の町は軒並みに国旗がひらめいている。街角の電柱に新聞社の速報が貼られ、明るい日差しをいっぱいに受けて、これも風ははたはたとなり、米英に戦々す。あたりには人影もなく、読むものは僕のみであった。僕はラジオのある床屋を探した。やがてニュースがあるはずである。僕は一人、大髭を渡っていると、大正の報読、続いて東条首相の金話があった。涙が流れた。言葉のいらない時が来た。必要ならば、僕の命も捧げねばならぬ。一兵たりとも敵を我が国土に入れてはならぬ。伽藍堂の店先へ戻ると、30軒ばかり向こうの大道に菓子の空箱を据え、自分の庭のように大威張りで腰掛けている大男がいる。伽藍堂だ。おいでおいでをしている。行ってみると、そのお菓子屋にラジオがあって、ちょうど戦況ニュースが始まっている。ハワイ奇襲作戦を初めて聞いたのがその時であった。
当時のニュースは、主力艦2隻撃沈、また何隻だか大破せしめたというのであるが、あなた方のことについてはまだ一切報道がなかった。このような時、躊躇なく万歳を絶叫することのできない日本人の性格にいささか不自由を感じたのである。伽藍堂はおいでおいでをしてわざわざ僕を呼び寄せたくせに、当の本人はニュースなど聞きもしなかったような平然たる様子である。菓子屋の親父に何か冗談を話しかけ、それからそろそろ二宮へ行くべえか、魚へ電話をかけておいたで、と言った。バスは東海道を走る。松並木に駐在の巡査が出ていた他には、全く普段に変わらない東海道であった。相模湾は沖一面に白河を騒がせ、天気清朗なれども波高しである。だからこの日は漁ができず、神津にも二宮にも地の魚はなかった。神津では兵隊を満載した軍用列車が西へ向かって通過した。神津でバスを乗り換えて二宮へ行く。途中で降りて禅宗の寺へ行った。伽藍堂のゆかりの人の墓があって、命日だか何かなのである。寺の和尚は伽藍堂の友人だそうだ。伽藍堂は本堂の戸を開けて、近頃酒はないかね、と奇妙なところで奇妙なことを大きな声で尋ねている。本堂の前にも四五尺もあるサボテンがあった。墓地へ行く。徳川時代の小型の墓がいっぱい。伽藍堂のゆかりの墓に真新しい草花が飾られている。そこにも古い墓があった。伽藍堂は墓の周りのゴミ箱を蹴飛ばしたり、踏みにじったりしていたが、合唱などはしなかった。点で頭を下げなかったのである。伽藍堂は足が速い。墓地の裏を通り抜けて、東海道線へ出る。今に面白いものがあるだよ。と、振り向いて言う。二宮では、福々線の拡張工事中で、沿道に当たっていた去る寺の墓地が買収され、ちょうど墓地の移転中なのである。伽藍堂はそこが目的であったのだ。なるほど、墓地は八方に発掘されていた。土と土の山の間に公園が揺れ、数十人がねじり鉢巻きで先祖の墓に桑を振るっている。一畳近くも掘り下げて、ようやく骨に突き当たっただよ。と、汗を拭いている一組もある。この近況は最近まで土葬の習慣であったから、新仏の発掘に講じ果てている人々もあった。伽藍堂は骨の発掘には見向きもしなかった。掘り返された土の山を手で分けながら、破片のようなものを探し集めている。ここは土器の出る場所だで、昔から見当つけていただがよ。ちょうど墓地の移転と聞いたでな。伽藍堂は僕を振り仰いで言う。これは石器だ。土から出た3寸ぐらいの細長い石を伽藍堂は足で蹴った。やがて破片を集めると、やや完全な土瓶用のものができた。壺とも違う。土瓶用の口がある。かなり複雑な縄文が刻まれていた。目的の違う発掘の桑で、突き崩されているから、細かな破片となり、四方に散乱し、克明に探しても、とても完全な形にはならない。ねじり鉢巻きの人たちが、みんな伽藍堂の周りに集まってきた。俺が掘っただけんどよ。知らないだで、桑で割りもしたしよ。投げ散らかしただよ。方々に破片があるべい。無学は仕方ないだよ。なあ。と、鼻ひげの親父が破片を撫で回しては残念がっている。3、4尺ぐらいの下のところから出たべ。そうそう、4尺ぐらいのところよ。今度会ったらよ、手で丁寧に掘り出すよ。伽藍堂はこう言い残して、僕たちは墓地を出た。伽藍堂は土器の発掘が好きなのである。時々、桑を担いで、見当をつけた丘へ発掘に出かける。伽藍堂コレクションと称する、自家発掘のいくつかの土器を蔵している。もっとも、コレクションを称するほどのものではない。小田原界隈の海に開けた山地には原住民の遺跡が多いのである。二宮の魚市場には2軒ぐらいのうなぎが1匹上がっていた。目的の魚へ着いたが、地の魚はついに1匹もなかった。日が悪いのだ。こんな日に魚探すやつもいないだよ。と魚屋の親父は耳のあたりをボリボリかいていたが、しかし、マグロを取っておいてくれた。マグロ1種類しかなかったのである。魚屋の親父は、労務者のみに特配の焼酎を出して、みんな僕たちに飲ませた。サイダーで割って飲むと、焼酎もおつなものである。伽藍堂から伝授を受けた飲み方の一つだ。その時、ちょうど4時半であった。太陽が赤々と沈もうとし、魚屋の店頭には、夕げの買い出しで人の出入りが忙しい。異様な2人連れが店先でサイダーに酔っ払ってマグロの刺身を食っているから、驚いて顔を背ける奥さんもいる。
必ず空襲があると思った。敵は世界を誇る大型飛行機の生産国である。四方に基地も持っている。ハワイをやられて引き込んでいるはずはない。多分、敵機の編隊は今太平洋上を飛んでいる。果たして東京へ帰ることができるであろうか。記者はどの鉄橋のあたりで普通になるであろうか。その時はマグロをかじりながら歩くまでだと考えていた。ナッパ服の少年甲府が街灯の電球を取り外している。ガランドウはどこからか一束のネギの包みを持ってきて、刺身にして残ったやつはネギマにするがいいだ、と言った。ちょうど夜が落ちきった頃、二宮のプラットフォームでガランドウに別れた。僕は焼酎に酔っていた。12月8日午後4時31分。僕が二宮の魚屋で焼酎を飲んでいた時、それがちょうどハワイ時間月の出2分、午後9時1分であった。あなた方の幾たりかは、白昼のうちは湾内に潜み、冷静に日没を待っていた。ついに夜に入り、月が出た。あなた方は最後の攻撃を敢行する。アリゾナ型戦艦は大爆発を起こし、火炎は天に宙して、灼熱した鉄片は空中高く飛散したが、手記にして火炎消滅、これと同時に敵は空襲と誤認して、目倉滅法の対空射撃を始めていた。遠く郊外にいた友軍が、これを認めたのである。日本時間午後6時11分、あなた方の幾たりかは、まだ生きていた。あなた方の一艇から、その時間に空襲成功の無電があったのである。午後7時14分、放送途絶。あなた方はついに一艇も帰らなかった。帰るべきはずがなかったのだ。12月10日には、プリンス・オブ・ウェールスとレパルスが撃沈された。この襲撃を終えた海軍機が戻ってきたとき、同じ飛行場を使用していた陸軍航空隊の人たちは、我を忘れて着陸した飛行機めがけて殺到していた。プロペラの止まった飛行機から降りてきたのは、いずれもまだ裏若い海鷲であった。降りるや否や、いずれも言い合わしたように、愛機を眺めながらその周囲をぐるりと一周し、機首へ戻ってくると、愛機の前へドカッとあぐらを組んでしまった。目を軽く閉じ、胸をぐっと張って、大きく呼吸したが、ただ一言、疲れた、と言ったそうだ。これは、一陸軍飛行順位の目撃談であった。必死の任務を尽くした人は、心身ともに擦り切れるほど疲労するが、感動の余裕すらないのであろう。話は少し飛ぶけれども、パリ東京間100時間飛行でジャビーが最初に失敗した後、これも日本までたどり着きながら、土佐の海岸へ不時着して恨みを飲んだ二人組があった。僕はもう名前を忘れてしまったけれども、バルザックによく似た顔の精力的な太った男で、バルザックと同じようにコーヒーが大好物で、飛行中もコーヒーばかりガブガブ飲んでいたという人物である。フランスの海岸は大体に飛行機が着陸できるほど土質が硬いものだから、日本の海岸も同じように考えて砂浜へ着陸し、海中に逆立ちしてしまったのである。この時近くにいた一人の漁師が、まず真っ先に駆けつけた。逆立ちした飛行機からは大きな異国の男が一人だけ這い出してきて、手を後ろに組み、海岸を10歩ばかり歩いていっては、また戻っている。漁師の近づいたことも気づかぬ体で、同じところをただただ行ったり戻ったりしているのである。漁師は言葉が通じないので、1本と2本の指を出してみせて、1人か2人かということを聞いた。すると異国の男もその意味を返して、2本の指を示して答えた。漁師は驚いて逆立ちの飛行機に乗り込み、傷ついた機関士を助け出してきたのであった。この飛行家も死の危険を冒して、ただ東京を目指してがむしゃらに飛んできた。100時間に近い時間、満足に睡眠もとっていない。ただ東京、それが全てであったのだ。普通の不時着の飛行機なら、まず飛び降りて住民の姿を認めれば、それに向かって駆け出すのが当然である。ところが彼は、漁師の近づいたことも気づかなかった。救いを求めることも念頭になかった。生死を共にした友人のことすら忘れていた。そうしてただ同じ海辺を行ったり戻ったりしていたのである。生命を賭した一年が虚しく挫折した時、この激しさが当然だと思わずにはいられない。これが仕事に生命を打ち込んだ時の姿なのである。非常である。ただ激しい。落胆とか悲しさをその本来の表情で表現できるほどのんきなものはみじんもない。畳の上の甘さはこういう際にはありえないのだ。潜水艦が敵艦を発見して魚雷を発射した時は敵艦の最も危険な時でもあるが、同時に潜水艦自身も最も危険にさらされている時である。けれども潜水艦乗りは自分の発射した魚雷の結果を1秒でも長く確かめたいという欲望に襲われる。
魂のこもった魚雷である。魂が今敵艦に走っている。彼らは耳を澄ます。すべてが耳である。爆音。見事命中した。すると、より深い沈黙のみがしばらく彼らを支配する。言葉も表情もないそうである。あなた方もまた、そのようであったと僕は思う。爆発の轟音が湾内に轟き、灼熱のてっぺんが空中高く飛散した。しかし、種子にして火炎消滅。すでに敵艦の姿は水中に没している。あなた方はただ無言。しかし、それも長くはない。真珠湾内に潜んでいた長い一日。遠足がどうやら終わった。とうとうあなた方は遠足から帰るのである。死へ向かって帰るのだ。思い残すことはない。あなた方にとっては本当にただの遠足の帰りであった。12月8日に覚悟していた空襲はなかった。3月3日の夜になって警戒警報が発令された。その時もその前の同人会から飲み始めて、僕はいくらか酔っていた。大井広介、三雲正之助の3人で浅草を歩き、金龍館へ入ろうかなどとその入り口で相談しているところであった。浅草の明かりが消え、切符売り場の窓口からも光が消えた。ぶらぶら歩き出すと飛行機の音が聞こえる。敵機かね。立ち止まって空を仰いだ。すると街角に出て話していた3人のコックらしい人たちが振り向いて、いや、あれはうちのモーターの音ですよ。あいつ止めてしまおうじゃないか。コックたちは相談を始めている。バカバカしいほど明るい満月が昇りかけていた。おあつらえ向きの空襲日和である。とうとう今夜はご地雷かと覚悟を決めた。田島町を歩いていると、暗い道で自転車と通行人が衝突して、自転車の大きな荷物が跳ね転がり、二人はつかみ合いの喧嘩を始めた。三雲画伯は喧嘩の当人と同じぐらい生きり立って、分けて入って、おい、こういう風に喧嘩するとは何事だ。荒々しく息を吐いて叱り飛ばしている。翌朝、最初の空襲警報が発せられたが、やっぱり敵機は現れなかった。あなた方の部訓が公表されたのは、空襲警報の翌日、午後3時であった。僕は7時のラジオでそれを聞いた。裸一貫巨万の富を築いた富豪が死んで、自分の持ち山の赤石岳のお花畑で白骨をまき散らしてくれと遺言した。80を越した老王であった。毎日うなぎを食べていたというが、しかし、もう元気などはなかったはずだ。まるで自分の生涯を常に切り開いてきたような、自信満々たる人であったに相違ない。この遺言がどうして実現されなかったのだかわからないが、また当人も多分遺言の実現などに強いて執着は持たなかった様子である。こんな遺言を残すほどの人だから、天で死後に執着はなかったのだ。お花畑で風の間に間に吹き散らされる白骨について考え、これはなかなか小綺麗で、この世から姿を消すにしてはさっぱりしていると考える。この人は遺言を書き、生きているしばしの期間、思いつきに満足を覚えるだけで十分だったはずである。実際死に、それから先のことなどは問題ではない自信満々たる生涯であった。あなた方はまだ30に満たない若さであったが、やっぱり自信満々たる一生だった。あなた方は散って真珠の玉と砕けんと歌っているが、お花畑の白骨と違って、実際真珠の玉と砕けることが目に見えているあなた方であった。老王は自らの白骨をお花畑で撒き散らすわけにはいかなかったが、あなた方は自分の手で真珠の玉と砕けることが予定された道であった。そうして、あなた方の骨肉は粉となり、真珠湾海底に散ったはずだ。あなた方は満足であろうと思う。しかし、老王は実現されなかった死後について、お花畑に撒き散らされた白骨について、時に私的な愛情を覚えた幸福な時間があったはずだが、あなた方は汗じみた作業服で毎日毎晩鉄鋼の艇内に頑張り通して、真珠湾海底を散る肉片などについては、あまり心は煩わさなかった。生還の2時を忘れたとき、あなた方は死も忘れた。全く、あなた方は遠足に行ってしまったのである。